皆様こんにちは。ビビリの家族が行くキャンピングカー生活です。こんにちは。そうだね。旅が終わって約2ヶ月ぐらい。なんか本当久しぶりに団らんって感じ。団らん久しぶり。旅終わって初めてだよね多分ね。今日何の動画かっていうと、本当のこの豊かさを探す旅にとかって言って3年前に旅に出たんだけど、行き着いたのがね、このエネルギーを自給しようっていう話に今ビビリの家族がなって。何言ってんの？もう経済成長期終わってもう満杯になって、もう便利じゃん。もっと便利なもの、もっと便利なものって流行るもの、バズるものってもう溢れてるのに、そこにガーッとみんなで集中するからさ、ちょっとこぼれてるのをみんなでこうちょっとちっちゃいお椀でこう取って、よっしゃ俺取ったぜっつって、でもめっちゃ頑張ってるのにこれだけみたいな、いつまでもこのループから逃れられないというかね。まだ動画にちょっとしてなかったんですけど、旅の最後の方にね、実は日本に1軒しかないオフグリッドハウスを訪れてたんですけど、こんな近未来的な自給自足生活があるんだと思って、トイレも全部ウォッシュレットだし、シャワーもバスタブもあるしね、ほんとホテルだったよね。それは日本のみならずアジアにまだ1軒しか存在しないとされている独立自足型の住宅、その名をアースシップと言います。直訳すると地球の船と書くこの家なんですけども、実は廃タイヤ、そして空き缶、さらには空き瓶で作られた家なんです。しかしその建造物は廃棄物で作られたとは思えないほどの空間とデザイン性があります。さらにこの廃棄物たち、何も再利用だけが目的ではなく大きな役割を担っています。天窓から入る太陽光はそれら廃棄物の能力を最大限に引き出します。角度の低い冬の太陽光は日中部屋全体を温め、壁に埋まるタイヤや土、粘土に蓄熱します。この日中に吸収した熱は夜間ゆっくりと放熱するように構成されています。つまり太陽の熱を利用した暖房機器になるわけです。空き缶や空き瓶が持つ空気層は断熱性に非常に優れています。夏は太陽の位置が高いため、日光が直接室内を温めるのを防ぎ、室温上昇を抑制するわけです。そしてアースシップの裏側は地中に埋まっています。土の中の温度は年間を通してほぼ一定です。夏は涼しく、冬は暖かい。さらに地面から飛び出すこの不可解な物体、これ実は天然のエアコンシステムになります。地中にドラム缶が通っていて、その中を通った空気は夏は涼しい空気を部屋に取り込み、冬は暖かい空気を部屋に取り込みます。地熱、ソーラー、空気の流れを利用したアースシップはなんと年間を通して21度になるように設計されているそうです。しかし驚くのはここからです。この突起した2つの物体、実はこれ巨大なろ過装置になります。なんとこのアースシップ、生活用水の全てを雨水で補っているんです。降り注いだ雨は砂利でろ過された後、地下に埋まる6トンの水タンクに吸い込まれていきます。さらにそのタンクの水は何層にも分かれるろ過システムを通り、最後はシャワーやキッチンの蛇口からきれいな水として出てくるわけです。普通にこの水僕飲ませていただきましたが、全く雑味のない美味しいお水でございました。汚れた生活排水は家の中にあるプランターへと流れていきます。ここから雨水はさらに再利用されていきます。このプランターにはフルーツや野菜が植えられていて、これらの植物が水と栄養分を吸収します。その過程で植物と土壌の中の微生物が水中の汚れを取り除く役割を果たすそうです。これがバイオジオフィルタリング、生物と地球によるフィルタリングというプロセスらしい。植物たちに栄養を分け与えた雨水は最終的にトイレのタンクへと流れていきます。排泄物を含んだ汚水はまたもや微生物の力によって分解され浄化されます。そしてその水には窒素やリン酸塩などの栄養分が含まれているため、そのまま畑や周りの樹木に流れていきます。これがアースシップが誇る水循環システム。雨水を何度も再利用し、汚染水を自然に放出することなく、水循環を自給自足のシステム内で完結することができます。ちなみに電気もソーラーパネル 100% で自給しているそうです。やっぱり最も電気の食うエアコンを必要としないのが電気の自給自足を実現している最大の要因だと思います。一見ゴミとされるもので作られたアースシップは、地球が自然と放出するものを賢く再利用することで、僕たち人間に無理のない豊かな自給自足生活を提供してくれるわけです。そしてその生活は自然と地球環境に配慮したものになるという
まさしく地球と共生するための未来型住居でした。やっぱ農業とかも学ばなきゃいけないんだけど、そもそも僕らが今住んでるね北海道で米作れんのかなっていうことで、これも動画にちょっとしてなかったんですけど、長野のゲストハウスを訪れたんですよね。屋根の瓦をね縦に重ねてる時代で、一番高いのがいいんです。クラスで一番、会社で一番、ワールドカップで一番とかね。でもその下には一人しか雨露をしのげません。他は全て雨に濡れる廃車なんですね。物は豊かになりましたけれども、みんなね居場所がない。それが今の効率という資本主義の生き方です。ゲストとお世話する人の分別、区別がないということを想像してもらう、一つだということ、台所で一緒に食事を作るというのは最大の歓迎でね、その分別をすればするほどそこにお金がかからない。それでね、宿泊代なんか決まってないんだからね、むしろゼロでもいいんだからねそういう生き方。官業農法みたいに除草剤撒いて農薬かけてやってるのは一番うまくいく。でもそんな農薬かけずにもこんな簡単なやり方でねできるんで、ぜひ苗代、苗の代と書きます。それを作ります。だいたい 1.2 メーターに11メーターで1単部です。日本という国は5日に1回風が吹いて10日に1遍雨が降る。こんなに恵まれた国はないから。そうすると本当に天水だけで田んぼはできる。ケイさん、北海道でもできるんですか？これできるね。旭川なんかよく作ってるじゃん。この大きさでこれでね、だいたい5000ぐらいかな。だからこれで1単分ぐらい、300坪。お願いします。家族3人だとね、5000ぐらいあれば思ったよりたくさん取れますよ。一粒が3000倍になりますからね。銀行に預けたって 3% にならないから。分断して競争させる、そういう生き方からユニティ、つながりを作ると、そこにたくさんの人が行こうことができる。だからどんな人、どんなもの、草や虫にも役割があるんですね。その役割、それが存在価値です。エネルギーに対して本当の意味で強い興味を抱いたのは、むしろキャンピングカー生活を終えたこの2ヶ月の家生活期間の間でです。トイレもお風呂も雨に濡れずに数歩でたどり着けるし、水は蛇口をひねれば永遠と出てくれるし、平らな地面に毎日寝れて電気は消し忘れても気にはなりません。旅を終えた当初、この当たり前が嬉しくて家族みんなで大喜びしていましたけど、その期間もたった2週間で終わりました。結局は慣れてささやかなことを幸せと感じれなくなり、もっともっとが始まったわけです。そして当たり前に車に暮らすよりもお金がかかります。お金は必要ですし大好きですけども、支配されるのだけはごめんだと思ってます。哲学や精神論ではなく、実質的にどうするべきなのかを考えたとき、もっと地球のことを知って生きる知恵を学ぼうと心から思いました。エネルギーの自立が成功すれば、おそらくそれは我が家にとっての本当の豊かさにつながっていくと思っています。むしろここからが本当の旅の始まりだと思っています。ビビリの家族が行くキャンピングカー生活。Fucking lava, yeah!